Enjoying the quiet summer months, we traveled across Japan to Miyako-Nojo and the Kirishima-Sankei region to visit one of the last wooden weapon workshops of Japan, Aramaki Budogu Mokojo. The founder, Master Aramaki I, began manufacturing bokken about a century ago in 1921. Like his grandfather and father, the grandson of the founder, Master Aramaki, 66 years old, still perpetuates the tradition. うちの祖父がね、大正、明治の末期かなに、祖父が福岡から出てきたんです、都城に。なんで都城に出てきたかというと、樫の木が豊富にあるというところを身につけてですね、うちのずっとの先祖は平家の落ち武者で、ちょっと山の中に回ってたその荒巻というその部落があるんですけど、そこからうちの祖父がその樫の木が豊富にあるという、やっぱ木刀を作ろうと思って都城に出てきたわけです。都城が一番やっぱり樫の木が一番あるんですよ。それから木刀を作り出して、で今度戦争始まって戦争に負けて、で結局日本の武道はちょっともう中止されたんですよね。でマッカーサー元帥の人が結局日本の武道はいいところで許可されて、また木刀を作り出したんですけど、その作り出した時はもうちょうどもう祖父はもうちょっと病気がちで、2代目の私の親父が後を継いで2代目としてその木刀をまた作り出したわけですけど、で私で3代目になるんですけどですね、そういうもう100年はもう経っています。だから都城の木刀の元祖はもううちなんですよ。都城がもう大体90% 以上はもう木刀に関しては日本全国生産していますけどですね、以前は今4社で日本全国を賄ってますけど、以前は36社ぐらいありました、木刀屋さんが。ほとんど桑の絵とか半間の絵とか、そういう絵木ですね、絵木、農業で使う桑のとか、そういう材料を結局使って絵木屋さんがいっぱいあったんですけど、それをみんな木刀が売れるってところで木刀に切り替えられて、で36社あった会社もやっぱり木刀というのは剣道のやっぱり有段者が使う品物でありますから、普通こう木刀の形をしてるだけじゃやっぱり有段者はちょっとバランスが悪かったりするのはやっぱりみんな買わないんですよね。だから皆さんもやっぱり売れ行きが悪くなってほとんどまたやめられて、今4社だけ残ってるんですけど、ほとんど皆さんいろんな研究されて、皆さんが使いやすいように切磋琢磨してやっぱり作って。以前はですね、親指ぐらいの細い木刀なんですよ。うちの祖父なんかが作ってた木刀は。日本剣道が防具なんかを付け出した時に、結局実際打ち合うんじゃなくて、直接打つんじゃなくて防具を開発されたもんだから、今度は木刀自体も大きくなってきたわけですよね。直接叩くんじゃなくて寸止めになってきて、結局うちの2代目の親父がその日本剣道連盟の型を許可されて、結局この形で決めるってところで、今の型はもう2代目のうちの親父が作った型なんです。私がもう小さい頃一生懸命新聞紙を並べてこうやって形をとっていろいろと研究してました。それをまだ覚えてます。でそれが今の型はもう親父型を結局剣道連盟がこの形でいこうという形、皆さんまたうちのを購入して、他の木刀屋さんも購入して同じ形を作っていくもんですから、結局もうみんな同じ形になってきたわけですね。
結局古流の木刀というのはもう同じその流派の木刀でも道場によって先生方によって型が変わってくるんですよね。大きさとかですね。これがうちはこれが正しいんだ、これが正しいんだ。各道場の先生はやっぱり皆さんそういう発言されますので、もうどうしても見本を送ってもらいます。見本を送ってもらってその通りを作って発送しています。そうでないともううちが正しい、うちのが本当だ、うちが元祖だって言われたらどうしてもならないもんですから、どんな木刀でも一応見本を送ってもらって、再度注文があるなと思われるんだったら、もう一本余分に注文されて、それはうちで預かっています。はい、ありますよ、やっぱり。次元流の先生もお見えになったし、で、空手の武道家、虎と戦ったという、大山先生だったですかね。あの方もうちにお見えになって、採用うちはいただいたんですかね、鉄猫採用。これ記念に置いとくからといって、体格のいい先生だったですけど、そういう先生方とかですね。やっぱり、もううちでは個人的な取引はしないもんですから、もう直接お見えになった時はもう販売しますけど、だから先生方がお見えになって、もうこのサイズ、ヌンチャクでもこのサイズでこれをやってくださいという注文は受けるんですけどね。だからもういろんな先生方やっぱり、その自分の気に入ったものが欲しいって言われる方はやっぱり直接わざわざお見えになります。お見えになって、それから、もうこういう、で、うちもその材料関係、そういうのをやっぱりちゃんと説明して、こういうところでやっぱり難しいところがあるから、その横政とかそんなのばっかりじゃ取れないとかね、炒めばっかりじゃ取れないとか、そういう説明しながらやっぱり販売しております。うちの特徴というのはやっぱりもう、バランスをやっぱり重視してますね。やっぱりバランスとかもう反り加減ね。それをやっぱり重点に持っていってます。やっぱり、反り、こう構えて、反りがね、綺麗な反りになってないと、やっぱり落ち着かないですね。今もさっきもやり直し、ここ取れ、ここ取れとか言いますよね。やっぱり、ちょっとしたところでやっぱり気に入らないところはやっぱり、やり直しをさせます。But is craftsmanship still relevant in the fast-moving 21st century? What does it stand for in our days? When you assign an artisan to work, you buy more than a service. You buy thousands of hours of failures and trials. Days, weeks, months of frustration, but also moments of pure joy. You do not just buy a thing, but a piece containing a part of somebody's heart and soul. Above all, you invest in the artisan's time, allowing him to make a living and further develop his art, his passion, and his style as you develop yours on the mats.もうすぐわかります。もうどこの会社の品物だとかで、もう切っ先だけ見ただけでわかります。木刀を見て、切っ先を見ただけでもわかるし、反りとか、もうバランスを見たらもう即わかりますね。はい。だからやっぱり、さっき言われた通りにも、ペーパー掛け一つにしても癖があります、皆さん。右だけをきれいにしたり、左だけをきれいにしたり、先の方がちょっと磨きが足らなかったり、それでもやっぱ本人はきれいに磨いたつもりなんだけど、その人の癖なんですよね、やっぱり。見逃したりする。やっぱり、もうやっぱり木刀にちゃんと出ます。やっぱりその人の癖が。だからやっぱり木刀なんか見て、なんか東京とか、関西とか、関東方面からの江戸時代に作ったような感じの見本が送ってきますけど、立派だなと思いますね。もう素晴らしい木刀、やっぱり昔の人たちは、時間があったから、そんだけできたのかなと思うんだけど、本当綺麗な、本当バランスのいい
木刀をやっぱり見せてもらう時はありますよ。やっぱり日本が来た時ですね。本当真似はできないなというぐらい綺麗なバランスもいいしですね。日々の型なんかだったらもう最高だったですね。パーッと筋が通ってね。で刃の方の絞り加減とかですね、バランスよくさーっと絞っててね、まあ本当まだ目に浮かぶけど、ああいう木刀はやっぱりね、昔の人たちはようできたなと思いますよね。一番好きなところは切っ先三寸が好きですね。あそこが一番やっぱり、魅力のあるところ。まあ苦労するっていうところは、なんかな、やっぱり塚かな、やっぱりね。塚がやっぱりちょっと何回かやっぱりやり直しますね。こう握った方が、あ、これでいいかなと思ってこうやっぱりちょっとここが張ってるなとかね、ちょっと小さかったかなとかね、仕上がってから塚がやっぱり一番苦労しますね。あとはもう好きなところはもう切っ先三寸ですね。あとはもうピシャーっといった時はもう気持ちがいいですね。やっぱりもう黒炭なんかはやっぱりもう 70% が手がこうなりますからですね。もう機械ではやっぱり刃も持たないし、ちょっと機械でもげたらもうパーですかね。の何万っていう木がもうパーになりますから、ほとんどやっぱり手で自然と持っていきます。バランス取りながらですね。いや、話してますけど、やっぱり硬いからですね。結構硬いですよ。やっぱりカンナが本当硬いです。カンナは。乾燥してカンナでやるときは。硬いなと思いますよ。酢抜けなんかはまだポロポロという感じのカンナのくずが出ますけど、本ビアの場合はもうガチッとしてです。硬いんですよ。ああ見えても。重いです。さすが、まあ、昔の人たちはやっぱり本ビアを木刀に使ったもんだなと思いますよ。よう見つけたもんだなと思います。硬いですよ、本ビアは。やっぱりその機械ではやっぱり先の方がなかなかできないんですよ。切っ先三寸、ここができないんです。機械では。ここはやっぱり、それはやっぱり技術です。職人がやらないとできないです。やっぱもうここを見たらもうすぐやっぱりこう、わかりますね。で、まあ肉付きなんかも結構もうよくできてますけど。まあ、ソリとかそういうのはやっぱりもう、まあ、ね、面取りやったらもうある程度の一本他の買ってきてやればもうある程度できますからですね、形はですね。ね、きれいにやっぱり仕上げてますね。仕上がりがね、この磨きが。まあ、うちなんかのはこう万力って言ってあれで挟んでやってるんだけど、どうやってやっぱりやってるのかもう機械でやってそうともう磨き上げだろうかな。いいね、やっぱね、ここのバランスもいいし、重量もあって、材料がいいわ、また。これはあれかな、バットなんかに使う。そうですね。癖があるね、やっぱりね。ねえ。材料も豊富にあればいいんだけどね。10本20本だったらできるかしらんけどね、やっぱりもう毎日200本ぐらいずつ出すとなると、やっぱり材料がやっぱりね、やっぱりこういったのはやっぱりこう、そげ立つのよね。こういう柔らかい材料になると。打ったところがパッと、カシの木はこうならないもんね。ただへっこんだけどポコポコする。やっぱりもう、こういう柔らかいのは、繊維が粗いのはやっぱり、そげ立って刺さるもんね、指にね、さっと。こう打ったとこがね、打った後が。柔らかい材料とね。作りはやっぱりみんないいですよね。
皆さんやっぱりどこの国の方も職人さんはやっぱりうまいわ。うん。まあ材料さえあればね、まあどこでもまあできるんだろうけど、やっぱりうちなんかもね、ホワイトオーク材をやっぱり使おうと思って材料をやっぱり仕入れて研究して強度とかそんなのをやっぱり調べているのがちょっと奥の方にあるんだけど、もうその材料を収めている会社の人もうちにお見えになって一応取引は、まあ、もしなくなった時は取引しましょうという話まで言ってるんですけど、まだどうにかまだ材料はありますからですね、今そういうのをまだ輸入していないんだけど、そこまではもう考えてはいるんですけどね、材料がやっぱりなかなか揃わなくなりつつありますね。外材になるとやっぱり平均してずっと入ってこないのが怖いんですよね。もう皆さんもせっかくその紫黒炭にしろずっと慣れてきた頃にもう材料がもうないと、もう入らない、もうストップってなる。また新しい材料をまた見つけると、やっぱり外材に頼るとどうしてもやっぱりストップがかかりますね、最後にはですね。